解説。衝撃のセリフ。ありえない設定。昭和の視聴者を虜にした大映ドラマ伝説の名作ベスト10。ねえマリサ、昭和のテレビって今と全然違ったって言うけど、特に大映ドラマっていうのがとにかくすごかったって聞いたわ。一体どんなドラマだったの？お、大映ドラマに食いついたか。一言で言うなら常識破りだな。ありえない設定、過激すぎるセリフ、そしてジェットコースターみたいなストーリー展開で、一度見たら忘れられないインパクトがあったんだぜ。なんだか聞いているだけでワクワクするわね。でも、どうしてそんなに無茶苦茶なドラマが、たくさんの人を夢中にさせることができたのかしら？いいところに気づいたな、レイム。それは現代のドラマにはない、人間の感情をむき出しで描く熱量があったからだ。まるで観客の心の奥底を揺さぶるような、とてつもないエネルギーがあったんだ。というわけで、今回は昭和のテレビ界に燦然と輝く大映ドラマの伝説の名作を、ベスト10形式でじっくり解説していくぜ。第10位。ポニーテールは振り向かない。1985年から1986年。いよいよベスト10の発表ね。記念すべき第10位は、一体どんなドラマなのかしら？第10位は1985年から放送された、ポニーテールは振り向かないだぜ。不良少女がロックドラマーとしてのし上がる姿を描いた、まさに女版スクールウォーズとも呼ばれた熱い青春ドラマなんだ。わあ、面白そうじゃない。でも、大映ドラマってことは、ただ明るいだけのサクセスストーリーじゃ終わらないんでしょ？その通りだ。このドラマが今も語り継がれる伝説なのは、主人公の設定からしてとにかくハードなことと、その後の展開があまりにも壮絶だからなんだぜ。聞かせて聞かせて。まず、伊藤和恵さん演じる主人公のミキは、物語の冒頭、傷害事件を起こして女子少年院帰りっていう設定なんだ。しかも、亡き父の形見のドラムスティックを、時には武器にして不良たちと渡り合うんだぜ。ドラムスティックで戦うの、もう始まりからして普通じゃないわね。だろ？亡き父の教えも独特で、ドラムは手先だけで叩くのではなく、ポニーテールの先が首筋に当たるように叩けば全身でリズムを取れるようになる。って本気で言うんだからな。まさに大英イズム全開だぜ。ポニーテールでリズムを。なんだか想像もつかない世界だわ。そして極めつけは、物語の後半だ。練習中に切れたエレキギターのツルが目に当たって、なんと両目を失明してしまうんだ。それでも彼女は盲目のドラマーとして夢を諦めない。この過酷すぎる運命に、当時の視聴者は釘付けになったんだぜ。失明してもドラムを。なんて壮絶な話なの。でも、それだけ壮絶だからこそ、応援したくなるし、目が離せなくなるのね。そういうことだ。挫折から這い上がる人間の底知れぬ強さを描いた、これぞ大英ドラマ、っていう強烈なインパクトを残す傑作なんだぜ。第9位。ヤヌスの鏡。1985年から1986年。不良少女が盲目のドラマーになるなんて、第10位からして衝撃的だったわね。第9位はどんなドラマなのかしら？第9位は、1985年から放送されたヤヌスの鏡だぜ。普段は気弱な優等生が、あることをきっかけに、夜は誰も手がつけられない凶悪な不良少女に表変する、衝撃的な二重人格を描いた、伝説のサスペンスドラマなんだ。二重人格。なんだかすごく怖そうなお話ね。どうしてそんなことになっちゃうの？その原因こそが、大英ドラマの真骨頂なんだぜ。このドラマを伝説にしたのは、一度聞いたら忘れられないオープニングナレーションと、あまりにも苛烈なおばあちゃんの存在だな。おばあちゃん？ああ。まず、ドラマの冒頭で木の宮陽子さんのナレーションがこう入るんだ。古代ローマの神ヤヌスは、物事の内と外を同時に見ることができたという。この物語は、ヤヌスにもう一つの心を覗かれてしまった少女の壮大なロマンである。もし、あなたに、もう一つ顔があったら、これで一気に引き込まれるだろ？うわぁ。なんだかミステリアスで、ゾクゾクしちゃうわね。そして、初井琴恵さんが演じる祖母初江がとにかく強烈でな。亡くなった母親の過去を責め立てながら、
物差しで主人公の弓を叩くっていう厳しい折檻を繰り返すんだ。そのせいで弓は心を閉ざし、ガラスが割れる音なんかをきっかけに、別人格の弓が生まれてしまったんだぜ。そんな、あまりにも悲しすぎるわ。さらにこのドラマには、とんでもない裏話があってな。主演の杉浦幸さんの演技にテレビ局からクレームが入って、なんと不良少女弓のセリフは、全部声優さんが吹き替えで担当してたんだ。ドラマなのに、声だけ別の人がやってたってこと？そんなの聞いたことないわ。だろ？壮絶なストーリーもさることながら、そんな制作の裏側まで含めて全てが規格外。多重人格の恐怖を描いて、昭和の視聴者を震え上がらせた。まさに伝説の一本なんだぜ。第8位、少女に何が起こったか、1985年。二重人格だけでも衝撃だったのに、制作の裏側までめちゃくちゃだったのね。第8位は、もっとストレートな物語なのかしら？第8位は、1985年に放送された小泉今日子さん主演の、少女に何が起こったかだぜ。ピアニストを目指すヒロインが、次々と襲い来る困難に立ち向かう。まさに大映ドラマの王道とも言える、壮絶なシンデレラストーリーなんだ。わあ、シンデレラストーリー、それなら安心して見られそうね。甘いぜレイム。このドラマがただのシンデレラストーリーで終わらないのは、主人公を取り巻くキャラクターたちのいびり芸が、もはや芸術の域に達しているからなんだ。いびり芸。その代表格が、石立哲夫さん演じる謎の刑事川村だ。彼はなぜか毎晩深夜0時になると、ピアノの練習をする主人公の前に現れて、こう罵声を浴びせるんだ。おい、薄汚ねえシンデレラ、ってな。薄汚ねえシンデレラ。ひどすぎるわ。ていうか、刑事さんがそんな嫌がらせをしていいの？まあ、その行動には後々理由が明かされるんだが、このインパクト絶大なセリフが毎週のお約束だったんだ。さらに、岸田京子さん演じるおばからの陰湿ないじめや、当時まだ新人だった角地佳子さん演じるライバルのお嬢様からの、執拗な嫌がらせもあって、まさに四面楚歌状態なんだぜ。親族からもライバルからもいじめられて、主人公が不憫すぎるわ。だろ？でも、どんな逆境にも屈しないヒロインの姿と、それを徹底的にいたぶる名優たちの怪演が、このドラマを唯一無二の作品に押し上げたんだ。特に石立さんの薄汚ねえシンデレラは、その強烈なインパクトで視聴者の心に深く刻まれ、昭和のドラマ史に刻まれる伝説のセリフとして、今も語り継がれているんだぜ。なるほど。壮絶ないじめがあるからこそ、主人公が勝った時のカタルシスがすごいのね。なんだか大映ドラマの魅力が分かってきた気がするわ。その通りだぜ。この強烈なキャラクターたちのぶつかり合いこそ、大映ドラマの醍醐味なんだ。第7位、自兄弟、1985年。シンデレラかと思いきや、とんでもないいじめられっ子だったのね。第7位は一体どんなドラマなの？第7位は1985年の自兄弟だぜ。これまた大映ドラマのお箱、新生児取り違いがテーマの、運命に翻弄される少女たちの物語なんだ。うわぁ。生まれた瞬間に人生が入れ替わるなんて、あまりにも過酷だわ。だろ？このドラマは始まり方からして詩的なんだ。まず画面に春の嵐のその夜中、二人の緑子生まれたり、同じ海辺のその里に、一人は広き別荘に、一人は狭き静ヶ谷に、っていう一節が表示され、その後に芥川隆之さんの重厚なナレーションが続く。この演出で視聴者は一気に引き込まれたんだぜ。演出からしてもう普通じゃないのね。それで、取り違えられた二人はどうなるの？財閥の娘として育った養子の娘を伊藤和恵さんが、貧しい養子の娘として育った財閥の娘を渡辺恵子さんが演じたんだが、このドラマにはもう一つ伝説があるんだ。なになに？実は、心優しいヒロインを演じた渡辺恵子さんの、当時まだ演技経験が浅かったこともあり、感情がこもっているとは言い難い独特のセリフ回しが、逆に視聴者に強烈なインパクトを与えてな。それが大きな話題になったんだぜ。演技が、その、
独特だったってこと？でもそれが話題に？ああ。だが、その棒読みっぷりも含めて視聴者は楽しんでいたんだ。過酷なストーリーと、ヒロインのつかめない演技。この奇妙なアンバランスさこそ、大英ドラマならではの伝説なんだぜ。第6位、不良少女と呼ばれて、1984年。生まれた病院で取り違えられて、挙句に演技まで話題にされちゃうなんて。もう何でもありね。第6位はどんな伝説があるのかしら？第6位は1984年の不良少女と呼ばれてだぜ。主演は、当時アイドルの伊藤舞子さん。このドラマが他と一線を画すのは、なんと実話がベースになっていることなんだ。不良少女が愛によって構成していく、壮絶な物語だぜ。実は、大英ドラマなのに、とんでも設定じゃないの？もちろん、大英ドラマならではの強烈な味付けは満載だぜ。まず、ドラマ冒頭のナレーションで、この物語は、原翔子さんが、かつて青春時代に飛行に走り、そして立ち直った貴重な体験をドラマ化したものである。と宣言されるんだが、その飛行に走るきっかけが壮絶すぎるんだ。一体、何があったの？主人公の翔子は、母親から、あなたさえ生まれていなければ、っていう、あまりにも衝撃的な一言を浴びせられて、そこから道を踏み外してしまうんだ。そんな。実の母親にそんなこと言われたら、心が壊れちゃうわ。実話だなんて信じられないくらい重いわね。ああ。でも、彼女を取り巻く男たちも負けず劣らず強烈なんだ。松村雄基さん演じるライバルの不良浅尾は、翔子の気概に惚れ込んで地獄の底でも一緒に生きられる女を見つけた。なんて口説くし、少年院で出会うライバル、伊藤和恵さん演じる誠は、通称、カミソリ誠。指の間にカミソリを挟んで戦うんだぜ。指にカミソリ。もうそれ、素手じゃないじゃない。キャラクターが濃すぎよ。だろ？実話という揺るぎない重いテーマを土台にしながら、一度見たら忘れられない強烈なキャラクターたちが大暴れする。この、ドキュメンタリーのような生々しいリアリティと、まるで漫画のようなぶっ飛んだドラマ性という、普通なら相入れない要素が奇跡的に融合したからこそ、多くの視聴者の魂を揺さぶる傑作になったんだぜ。第5位、花嫁衣装は誰が着る？ 1986年。実はベースの不良少女、強烈だったわね。第5位は、どんなお話なのかしら？第5位は、1986年の花嫁衣装は誰が着るだぜ。これぞ大英ドラマの真骨頂。いじめられ方が半端じゃない、究極のシンデレラストーリーなんだ。シンデレラストーリー、なんだか夢があるわね。でも、またいじめ。ただのいじめじゃないぜ。まず、ドラマ冒頭のナレーションからして絶望的なんだ。学歴もなく金もなく、両親さえいない少女にただ一つ許されていたのは、夢を見ることであった。この物語は、その儚い夢を大事に育てた少女の、壮大な愛のロマンである。もう、お前には夢しかないって言われてるようなもんだぜ。うわぁ。始まりからして、あまりにも切なすぎるわ。それだけじゃない。伊藤和恵さん演じるいとこからは、崖から突き落としたっていう濡れ衣を着せられて、長年陰湿ないじめを受けるんだ。そして、やっと松村雄基さん演じるアイドルと恋に落ちたと思ったら、今度は、二人は異母兄弟かもしれないっていう疑惑が浮上するんだぜ。好きな人がお兄さんかもしれないなんて、そんなのあんまりよ。それに、さっきは少年院にいた伊藤和恵さんが、今度はライバル役なのね。そうなんだ。発行のヒロイン堀ちえみ、執念深いライバル伊藤和恵、そして恋に悩むアイドル松村雄基。これぞ大英ドラマの黄金メンバーだぜ。彼らだからこそ演じきれた。ありとあらゆる不幸をこれでもかとヒロインにぶつける。まさに大英ドラマの集大成とも言える作品なんだ。第4位、赤いシリーズ。1974年から1980年。不幸のオンパレードだったわね。でも、大英ドラマのヒロインは本当にタフだわ。さて、第4位は何かしら？第4位は、もはや伝説という言葉すら陳腐に聞こえる。ドラマ史に燦然と輝く金字塔、赤いシリーズだぜ。1974年から6年間にわたって、
昭和のお茶の間を釘付けにした一大ムーブメントなんだ。赤いシリーズ、さすがの私でも知ってるわ。山口百恵さんと三浦友和さんの。その通りだぜ。このシリーズを伝説にした最大の功労者は、なんといってもヒロインを演じた山口百恵さんだな。彼女が演じる少女たちに、これでもかというほど過酷な運命が襲いかかるんだ。どんな運命だったの？例えば、赤い疑惑では、白血病に侵された上に、三浦友和さん演じる恋人とは実は異母兄弟だったことが発覚する。赤い衝撃では、有望なスプリンターだったのに銃撃されて半身不随になるし、赤い絆では売春街で生まれたっていう出自に苦しむんだぜ。白血病で兄弟で、半身不随。もう、神様はどれだけ試練を与えれば気が済むのよ。まさに、悲劇のデパート状態だな。だが、そんな彼女を献身的に支えるのが、後に実生活でも結ばれる三浦友和さん演じる恋人だ。当時、ゴールデンコンビと呼ばれた二人の切ない愛の行方に、日本中が夢中になったんだ。フィクションの中の恋が現実になるなんて、本当にドラマチックなのね。そして、もう一人忘れてはならないのが、宇津井健さん演じる父親の存在だ。どんな時も娘を信じ、深い愛情で包み込む理想の父親像は、シリーズ全体を貫く大きな柱になっていたんだぜ。どんなに辛くても、支えてくれる人がいるから頑張れるのね。なんだか泣けてきちゃうわ。ああ。過酷な運命、出生の秘密、そして許されない愛。大映ドラマの全てが詰まったこのシリーズは、やがて国民的な社会現象になった。視聴者は毎週、テレビにかじりついて、彼らの運命に一喜一憂し、涙したんだ。そして、劇中で何度も恋人役を演じた山口百恵さんと三浦友和さんが、実生活でも結ばれたことで、伝説は永遠になったんだぜ。第3位、アリエスの乙女たち、1987年。赤いシリーズ、本当にすごかったわね。実生活でも結ばれるなんて、まさに伝説だわ。さあ、いよいよトップ3、第3位はどんなドラマなの？第3位は1987年のアリエスの乙女たちだぜ。主演は当時トップアイドルだった南野陽子さん。これもまた、出生の秘密と複雑な愛憎が渦巻く、大映ドラマの真骨頂みたいな作品なんだ。南野陽子さんが主演、それは人気だったでしょうね。アリエスって、お羊座のことよね？その通りだ。ドラマは木の宮陽子さんの詩的なナレーションで始まる。アリエス。天かける金色のお羊。その星の定め。愛のためなら死ぬことさえ喜び、見極めてみたい、そんな愛を、このフレーズが、これから始まる壮絶な愛の物語を予感させるんだぜ。うわぁ。ロマンチックだけど、すごく重そう。一体どんなお話なの？物語の核心は、南野陽子さん演じる薫と、桜しおりさん演じる恵美子。この二人が実は父親を同じくする異母姉妹だったってことだ。もちろん、本人たちはその事実を知らないまま出会い、一人の男性をめぐって、そして自らの過酷な運命に翻弄されていくんだ。出たわね。出生の秘密、大映ドラマのお箱ね。ああ。そしてそこに松村雄基さん演じる不良の司が絡んで、愛憎劇はさらに加速する。この司も過酷な運命をたどり、なんと陶芸の修行中に窯の爆発事故で失明してしまうんだぜ。また失明。大映ドラマの登場人物、失明しすぎじゃないかしら。はは。それも、大映ドラマあるあるだな。異母姉妹、視覚関係、そして失明。これでもかと波乱万丈な要素を詰め込んで視聴者を釘付けにしたんだ。まさに、アイドルの輝かしいイメージと、人間の欲望が渦巻くドロドロとしたドラマ展開が融合した、究極のギャップ萌え作品だったとも言えるな。たまらない魅力だったんだぜ。第2位、スチュワーデス物語、1983年から1984年。いよいよ第2位、失明だの異母姉妹だの。どんどん濃くなってきたわね。第2位は、大映ドラマの代名詞で社会現象にもなった超有名作、1983年のスチュワーデス物語だぜ。あ、知ってる、堀ちえみさんのドラマよね。スチュワーデスを目指す話だから、
今までのドロドロした感じとは違うのかしら？甘いなレ夢ム。これこそ大英ドラマの真骨頂さ。数々の伝説的なセリフと、常識を超えたとんでも設定で、日本中を熱狂させたんだ。伝説のセリフって、やっぱりあれ？ああ。主人公の千秋が言う、ドジでのろまな亀だ。これは流行語になったんだが、実は主演の堀さんの演技を見たスタッフの言葉が採用されたっていうから驚きだ。そんな裏話が。だが伝説はそれだけじゃない。片平なぎささん演じる元婚約者マリコが強烈すぎる。彼女は元ピアニストなのに、事故で両手を失って義手になるんだ。両手を失う。ピアニストが。なんて壮絶な設定なの。そして、憎しみのあまり、なんとその義手を隠した手袋を、歯で引き抜いて外すんだ。この狂気に満ちたシーンはあまりに有名で、日本中の子供が真似をしたんだぜ。トラウマ級のインパクトだったな。聞いただけでゾッとしちゃう。明るい食用ドラマかと思ったら、とんでもない愛憎劇だったのね。そういうことだ。落ちこぼれの成長物語に、一度見たら忘れられない強烈なキャラとセリフを叩き込む。この唯一無二のスタイルが、お茶の間を熱狂させた最大の理由なんだぜ。第1位、スクールウォーズ、泣き虫先生の7年戦争、1984年から1985年。ついに第1位ね。これまでの伝説が強烈すぎて、もう何が来ても驚かないわよ。そうは言ってられるかな？栄えある第1位は、もはや説明不要。実話をもとに日本中を涙させた、学園ドラマ不滅の金字塔。1984年のスクールウォーズだぜ。スクールウォーズ、やっぱりこのドラマが1位なのね。ラグビーの、あの熱い物語よね。ああ。だが、ただのスポーツドラマじゃない。校内暴力で荒れ果てた高校に赴任した山下真司さん演じる一人の熱血教師が、愛と信頼だけを武器に、落ちこぼれたちを再生させていく。まさに魂の物語なんだぜ。実話がベースっていうのが、また感動を呼ぶのよね。数々の名シーンがあるって聞くわ。その通りだ。特に伝説として語り継がれるのが、宿敵209対0で歴史的大敗を喫した後のシーンだ。滝沢先生が涙ながらに選手を殴り、キャプテンが絞り出すように叫んだ、悔しいです、という魂の叫びは、日本中の視聴者の涙腺を崩壊させたんだ。想像しただけで泣けてくるわ。あのセリフには、いろんな思いが詰まっているのね。そして、先生が常に部員たちに説き続けた、神は力なりという言葉。これもドラマのテーマを象徴する名言だな。信じる心が奇跡を起こすことを、彼らは証明してくれたんだ。神は力なり。素敵だわ。それに、このドラマは主題歌もすごく有名よね。よくぞ聞いてくれた。朝倉美希さんが歌う主題歌、ヒーローはドラマと共に大ヒットして、今や80年代を代表する名曲だ。イントロが流れるだけで、あの熱い戦いの日々が蘇ってくるんだぜ。熱いストーリーに、魂のセリフ、そして心を奮い立たせる主題歌。すべてが完璧に組み合わさっているのね。その通りだ。愛、涙、友情、そして再生。人間の持つエネルギーのすべてを詰め込んで、昭和という時代を駆け抜けた、まさに大英ドラマの最高傑作。これぞ文句なしの第一位だぜ。総評、まとめ。いやー、本当にすごかったわね。大英ドラマ。どの作品も個性が強すぎて、お腹いっぱいよ。だろ？こうして振り返ると、大英ドラマに共通するのは、人間の喜怒哀楽をとことん極端に描くっていう、強烈な魅力なんだよな。もはやジェットコースターに乗っているような感覚だぜ。確かにありえない設定や過激なセリフも、今見ると逆に新鮮で面白いわ。コンプライアンスが重視される今のドラマにはない、独特の熱量みたいなものを感じるわね。その通りだぜ。あの危うさやはちゃめちゃさが、昭和という時代のパワーそのものだったのかもしれないな。だからこそ、理屈じゃなく、私たちの心に直接突き刺さるんだ。そして、その強烈なインパクトは、時代を超えて今なお色あせることなく、私たちに語りかけてくるんだぜ。さて、ここまで見てくれた皆に聞きたいぜ。あなたの心に残る大英ドラマや、
忘れられない伝説のセリフは何だったかな？ぜひ、コメント欄で教えてくれよな。皆さんの思い出も、ぜひ聞かせてくださいね。今回の動画が面白いと思っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それじゃあ、また次の動画で会おうぜ。